はい、こんにちは。こんにちは。今回は、これから春なので、そうですね。盆栽やる人たちが増えるのかなと。そうですね。目出し綺麗ですからね。はい。で、そんな中で、豆盆栽をこれから始めたいという人たち向けの動画をお願いしたいと思います。はい。今まだ、もう撮影中、もみじの葉っぱがまだ出てないけれども、そうですね。少し膨らんではいるんですけどね。ね、この辺が種から育てたもみじですね。網伏せというやり方でやってありますね。それからこれもう咲き始めますね。雪柳の実生、これも種です。種から生えてきたのを育ててるんですよね。で、まゆみ、これは挿し木だろうな。で、あともみじがあって、これは挿し木です。挿し木で小さく挿したやつを小さい鉢入れて。で、コナラ。コナラも葉っぱがないとなんだかわかんないけど、どんぐりです。どんぐりの種をまいたやつ。で、これはさんざしね。これは挿し木ですね。こういういろんな素材あるんですけれども、初めての方っていうか、豆盆栽始めたい方、いきなりこのサイズじゃなくてね、もうちょっと一回り大きいので、水やりの感覚を覚えないといけないから、これから目出しがとても綺麗なカエデとか、もみじを小さい鉢に植えてみるという、どのくらい根っこが切れるのか、それから枝どこで切ったらいいのか、そういうのをやりたいと思います。はい。まず豆盆栽の定義みたいなのからいいですか？定義はね、うちの定義はもう超豆だと3個。手のひらに3個？そう。そう、豆だと3個ですね。大きさ的な目安みたいな。そうですね。うちの方ではね、だから人によって違うかもしれない。もっと大きいやつを豆盆栽って言ってる人もいるんですよ。それはその地方によってだいぶ違うから。なるほど。これだと1個で十分ですけど、これも豆ですけどね。こっから上になると豆じゃなくなるかな。これが豆の大きい方に入ると思います。なるほど。これだって乗っけようと思えばほら。頑張ればね。乗っかるから。3つ乗りますね。はい、乗ります。鉢がね、5センチ、直径5センチ以下ですね。なるほど。ただね、文人木とか、なんて言うんだろう、こう細長い鉢に入ってる寄せ植えみたいなやつがあるじゃないですか。あれはあれでまた別、大きさは別になりますけど。なるほど。豆盆栽はその商品盆栽よりも難しいってことですか？やっぱり管理がね、小さいだけあって水の乾きが半端ないですから、一番難しいのはね、植え替えた1ヶ月間、ちょうど3月から4月にかけて成長期に入るので、ものすごい水を吸い上げるんですよ。その時に植え替えたてのものは異常に乾くんです。他の木ももちろんそうなんですよ。ただこのサイズになると追っつかないぐらい水やりやんなくちゃいけないので、それに慣れるためにはもう一回り、そう直径7、8センチぐらいから入った方が楽です。だから本当に初心者の人はちょっと最初からこれやるとちょっと難しいよって、水管理が難しいよちょっとね、感じですね。慣れてる人はね、もうあれなんですよ。ただね、小さい盆栽だから年がら年中水をやってるわけじゃなくて、乾くまでやらないんです。そうするとこのくらいの鉢の太いものだとやっぱ相当乾くので、うちは豆盆栽と普通サイズの商品盆栽は水やりの回数はほぼ一緒です。なるほど。ただ置き場所を変える。あんまり風通しがビュービューあるようなところに置かないとかね。なるほど。そのくらいのあれはしますけれども、甘やかすときりないんで水につけといちゃダメです。水につけとくとね、腐りますしね。あと乾いてないのに水をいっぱいあげちゃうと葉っぱが大きくなっちゃう。そうすると木とのバランスが崩れちゃってなんだか分かんなくなっちゃいますからね。だから甘やかすのは良くないけれども、慣れるのにはやっぱり最初の1年ぐらいはもう一回り大きい7、8センチぐらいの鉢から入ってやった方が楽は楽ですね。じゃあ実際に、素材選びから作っていきたいと思います。
はい、うちの棚ですね。もう所狭しと並んでおりますが、まあ素人さんに向いてるのは長寿梅すごい向いてるんですよね、はい、今ちょうど花が上がってきてますけど、これはどこで切っても枯れない、花が年に 3,4 回咲くで、形も自由に作れるということで、結構面白いのが作れるんですよね。初心者からベテランまでやってますね。そう例えばこれ猫を持ち上げてぐるぐる巻きにしてあるじゃないですか。これが古くなるとどうなるかっていうと、これは何年か経ってますよ。普通の肌みたいに。これが幹になってますからね、こういう作り方もできるし、普通に植えても平気。これは初めての方にはぴったり。はい、この辺ハゼですけど、ハゼは特に分けて植えるだけなんで、大体寄せ植えとかですね。そうですね。かぶれに注意ですね。そうで、本当は豆だからこういう素材、これは種まいたやつね。ごめんね。これ宮様カエデですけどね、これはね、このポットよりもっと全然ちっちゃい鉢に入るようにできてますから、このサイズだと初めての方だとちょっとあれかなと思いますけれども、なんか樹種でいうと長寿梅以外に何がおすすめですかね。おすすめね、バラ意外と人気あるんですけど、ただね、知らないとバラの特性を知らないと大変。最初の年は大丈夫ですよ。古くなってくるとぐちゃぐちゃになってくるんで、なるほど。で、あと宮様カエデで言えばこれ同じもんなんですよ、年数はこっちの方が古いんです。育て方、葉っぱの大きさが全然違う。ほら芽が違うでしょ、この大きさとこの大きさですからね、だからこのくらいのサイズから入っていった方が、慣らすにはね、自分を慣らす木に慣らすっていうの、そういうのがあるんでね、これなんかがいいと思うんだよね。で、なるだけ葉っぱのちっちゃくなってるやつね、ほらこれだいぶ違うでしょ。ほら、ね、これ葉っぱ大きいんですよ、種からやってる素材っていうのは一本一本全部違うの。そうですね、同じ葉っぱの大きさにならないんで、素材選ぶときに葉っぱちっちゃい方が豆盆栽いいんで、こう見てね、芽の小さいやつ選びましょう。大きいのはね、剥がりかけれますけど、やっぱ大きいの、何年経っても大きいやつは大きいです。これは性質ですから。やり始めたばっかりの人にバラですね。この辺は、去年刺したやつなんでまだ全然あれですけどね、人気あんのこれ赤ずき。これ花ないと分かんない。そう分かんない何でもそうです。花の違いですね、種類は。そうですね。あとはなんだろう、で、ここほら大野さんは素材いっぱいあるじゃないですか。素材ない人はどうしたらいいですか。素材ない人は種買って巻いてくださいうちの種まきのやつ、網伏せして、ああいうのを参考にして1年は我慢しないとね、だけどさ、1年でこういうのできるから、これ網伏せしてここが去年だから2年生かな、2年生1年半か、この細さだとね、これで1年半で、こっからこれだったらこんなちっちゃい鉢入っちゃいますからね、超豆作りたい人は自分で種まく。あと挿し木と実生で素材を作ると。そうですね、挿し木と実生ですよね。と大きいのをバツバツって切る方法もありますけど、挿し木、今葉っぱないやつはこれから出てくるんですよ、寂しいけどね、バラだけが元気よね、今ね。こういう状態にするか、あとはこれほら去年巻いたやつ、これもう網伏せです。網伏せして取ったけど、これが1年近いかな。こっちの方が若いですね。これ一昨年ですね。結構最初より伸びるんですね。それはね、かけ方一回外してまたかけるっていうのをやらないと伸びちゃうんですよ、でもまあ1曲あればね、あとはね、引っ掛け曲げって言って、ちょっと引っ掛けてクッと縛ってるの、
みたいなやり方もあるから、そうね、あとは取り木しかないよね。なんか取り木でもできますね。はい、取り木でもできますよ。ね、売っちゃったからね。これ可愛かったんだけど、今穂があるかな。あ、これがある。これね、猫柳、四万十川柳の穂を刺して作ってるここがある。で、穂がいっぱいついてるのは、この間国風盆栽展の時の立春盆栽を置いて一株売っちゃったらないです。これ1個ある。これ素人さん向き。なるほど。水が大好きなんで水につけて育てられるんです。ああ、じゃあ楽ですね。そうすごい楽。これがどんぐり巻いた後、これも曲が入ってるから。コナラです。これコナラ、これからもうちょっとだったら1これ本何年目ぐらいですか？これ2年生。2年生。2年で結構しっかりしますね。コナラはね、異常に太るのが早いんで、今寄せちゃってあるから太ってないんですが、特に元のところが太るんですよ。ここが、ほらこんな太いの見てみて。結構ありますね。あります。で、細そうに見えるんですけど、ほじくるとぐわっと太るんで、それでここまで出しちゃって、それでほんで薄いところに巻いてあるんでね、別にそこまで直根は。直根がない、横に行っちゃってますからね。ああ、なるほど。楽です、こういうのは。大体ね、この穴ってほら、直根最初切っとかないとすごいことになるじゃないですか。そうだから最初から深い鉢に巻いちゃダメですよ。なるほど。ボーンっていっちゃいますから。へえ。めくってみる？コナラの網網伏せ伏ですね。せ。はい。今年かけたやつ。秋に拾ってすぐ巻いて、冬の間はあんまり外に出さないで、水もあんまりやらないんですよ。腐っちゃうから。もうだいぶ割れてきたから。室内入れるところですよね。っていうかね、凍っちゃうとね、腐っちゃう。へえ。だからコナラとか栗とか銀杏は巻いたら土間とか玄関とかに入れて、火なんかいらないんです。水は？水もちょっとちょっと。霜柱立つと、あれしちゃうんで、じゃあ朝ちょっとあげるぐらい。ほんのりと、そうね、冬の間は1週間に1回ぐらい、あ、そんなもんでいいですね。ちょっと乾き気味にしといてやんないと。ただネズミとかいるところは食べちゃうんで、一昨年ね全部食べられちゃった注意して。なるほど。選んできました。はい。長寿梅と猫柳と宮様楓のね、種まいたやつね。はい、同じ年数とは思えないね。ポットの大きさで全然変わるんです。だから最初に種まいてどこに移すかっていうのは、なるほど。やっぱ最初からちっちゃいところ入れとかないと、ほんと大きくなっちゃうんですよ。植物はすごいですからね、成長がね。まずこれがどのくらいの鉢に入るか。これでも結構小さいのに入っちゃいますからね。枝抜きしないといけないので、これ難しいんですよね。こうついで出るでしょ、ついでだからっつって片っぽ取ってっちゃうとちょっと寂しいんで、初心者の方はそこのとこあんま気にしないでいいかなと思うんですよね。普通はね、交互に枝を出すっていうのがね、交互にね、盆栽の基本です。そうなんです、基本なんですけどね。まず去年の葉っぱのない枝を落とします。葉っぱを楽しむのが第一、生かすのが第一です。形作るというよりは生かす。ただここの場合、この枝がちょっと長い、わかりますか？はい。これがね、ここなんで私ここで切っちゃいますけどね。節があると。そう、縁の上ね、必ず葉っぱがあるとこで、今葉っぱが膨らんでるんで分かりやすいんですけど、であとこれをどうするかですね。これを本当はね、私ここで切りたいの。そうすると太くて短いやつが作れる、その場合これ必要なんですよ。なるほど。これ必要、ただそうじゃなくてこのサイズで持ち込んでいきたいなと思ったら、これない方がここの曲がりが引き立つんで、そうですね、中途半端にしたい人、ここまで小さくしなくてもいいよって言ったらここで切る、ここ
こで切った方がかっこいいんだけどね。どう思います？葉っぱを重視するか形を重視するか。もう僕は形ですよね。形ですか。葉っぱはね一時的なものですから。じゃあこれ取っちゃいますか。でもちっちゃくなっちゃうよ。いいじゃないですか。豆盆栽の動画ですから。あ、そうですか。じゃあ切っちゃいますよ。これね、ほっとくとどんどん切っちゃうんで私、その場合はこれが必要です。でここにカットパスタとりあえず貼っておきますか、そうなんですよ。癖なんでね、どうしてもね切りたくなっちゃうしょうがない、見事にここ枝強いからね、これねこれ刺せばつくんだけどね、でも今はもう吹いちゃってるからでこうなりましたと、ね、全体がね。でこれをどのくらい落ちるか、まだもう全然根なんか張ってない状態ですよね。密生して2年半ぐらいかな。あ、結構太い。多分一回大きいところにバラバラって巻いてここに1本ずつ移植してますからね、だから根の処理はその時点で直根が切ってあるんですね、だから皆さんが直根切ってないやつ売ってるかなでもたまにありますよ。で洗います。根っこも曲がってますよ。これは不思議な形だ。わかりますかね。これ直根切ってないです。切ってない。曲がってんの、根っこが。ほらこういう風にわかる？ここ直根がこう曲がってんの、ここに。だからここで二股になってて、さらにここで二股になってるんですよね。どこまで上に出すか。この場合石付きかなんか作るのには最高の素材です。ここに挟んじゃう。これ取っちゃってね。どうしようか。やってみます？面白いかもよ。やってみましょうか。面白いよきっと。その場合どこまで根を取るかっていうと、この上に出てる根っこ。これそれはだから土の上に出ちゃうからってことですね。そうです、ここは土の上に出すんで、これはね、こういうのはねほどいてみないとわからない、結構面白いへーと思うような根っこが出ますからね。全部同じ根っこじゃないからでまず春なんでね結構切れるんですよ。ここはまず根をバツバツって切って邪魔なんで。これでもね普通にね植えようと思ったら結構この根がデメリットになるかもしれないけど、石付きって考えるとメリットになりますね。そうかえってこういう素材は珍しいから、そういうのはね楽しまないといけません。なるほど。おおと思ってね。で結構切ったでしょ、こんな感じ、でここまで出るわけだから、あとこんだけ根があるわけだから、OK ですね。面白い面白い素材でした。こんな状態になりました。今度は石探しだ。石探します。石、これは龍眼のくず石っていうんですかね、昔で言うとね。さあここに何が入るか。普通に考えると無理すると折れちゃいそう。これでも入りそうだけどな。こっちから結構硬いんですよ、根っこが。後ろに来ちゃうから面白くないね。石ぴったり入るのってねすごい難しい。木が見えるようにしないといけないから、これじゃおかしいでしょ。さっきのこれが入ったよ。ほら石の隙間に。ほら石の隙間に木が入っちゃった。これいいんじゃない？面白いじゃん。そうですね。ね、じゃあこれで今度は鉢合わせ。これ前後ろがあるからね。ここ前でしょうね。ここ頭？とりあえず。そうするとこの枝が邪魔になるんだけど、でもこれは後で曲げればいいからこっちに。これがこう来ちゃうとこれは同じ方向で来ちゃうので、ちょっと斜めね。こんな感じで鉢を合わせてみましょう。うまく入るのがあるかどうか。とりあえずこんなの用意してみたんですが、このサイズだとこれじゃあちっちゃい、入らないですよ。やっぱ入るとすればこのくらいないと無理だね。まあ一般的な人だったらこんな感じになるかな。
このサイズですけどね、ちょっと私には大きく感じちゃうんですよね。葉っぱがないからだけどね、石があるんでね。でもこれに入れたらいいなんだ初心者の人はこのくらいかな、これかな、これか、丸丸でも入るかもしれない。そう、これ可愛いんでここに入れて入るよ。可愛い。ここはね、初めての方にはこう可愛らしくていいんじゃない、こんなのね。石がね邪魔してね、真ん中に植えらんないの。わかります？ここぶつかってんだよね。石をもうちょっと上に上げればいいんだ。このくらい浅めでもいいかもしれない。ちょっとちっちゃくまとまりすぎます。ダメ。ずれちゃうんで一回固定します。ラファイアです。後でね取っちゃえば問題ないんで、やりにくいんでね。よし、もう一回合わせて。これに入れたいけどな。でもちょっと真ん中に植わんないんだよね。そこがちょっと心残りなんです。少し曲げて植えれば平気か。やっぱ可愛いですね、これ。可愛いよね。じゃあこれにしましょう。可愛いを優先しました。はい。網ですね。網ね。植え替えは基本一緒ですかね。一緒ですね。豆盆栽だからって。大事ですよ。ただ止めるときに大きい盆栽とはちょっとコツがいるっていうか、あれですよね。ギューって縛っちゃうと食い込んじゃって後で根っこから取れなくなったりするんでね。豆はそんなに大きいのほどね風が吹いて倒れるとかないので、そんなにギューギューは縛んないですけどね。昴生さんだ群馬のね素人さんこのサイズだとこれだとね、大きいと思うんだ。これで植えますね。植えるのはこれほんと1列穴から落ちない程度、ほんと少しで結構ですよ。でこれはマーガンブケを入れて止めるのがね、最初の方はね難しいんですよ。位置決めてね、ここって決めといてもどんどんずれていっちゃう。まず頭決めて、一応ここが前なんだよね。穴がここだから、穴を前に持ってきちゃダメなんで、柄がついてるので、この鉢の柄の可愛らしいところ、ここどこに柄があるか、ここ前でいいかな、こんな感じかな。でここ決めたからギュッと押さえといて下から縛るんですが、今回は石があるのでとても難しい。石にぶつかって出てこない。ここで引っ掛けて、引っ張る。これはラファイアに引っ掛けても何の問題もないので、ラファイアあるとかえってね引っ掛けやすい。でその時まだ動きますからね。次はこれ根っこがね、引っかかる根っこがねこっち側にないのよ、だからラファイアを巻いたっていうのもあるんですけど、このところでよく見ると根っこがあるから見えないよね。これ写すの至難の技だと思うんですよ。毎回難しいですね。これはだって鉢の中の作業ですからね、本人にしか見えないんですよ。もう大丈夫。ね、それであとラファイアを引っかかこうかな。上に出てるのみっともないから OK か、大丈夫だな。3個目ですね。そう2個は根っこに引っ掛けたんだけど、問題はこの石のところから出てくるかっていう問題なんですよ。止まりましたと、であとはこの隙間に土を入れていきます。結構ね土入りますよ。とつつかないため、ここで隙間が出たら入れる。この隙間があるじゃない、そこにも入れます。これあとはね細かいの入れないとダメだね。でここでラファイアと取っちゃいます。ここで取っちゃう。みっともないじゃん、あったら見えちゃいますね。植える時にずれないように仮止めしただけなの、だからいらない。ここのとこで食い込んじゃってる。
取れるとこだけ取っていっちゃって、見えるところだけ、ラファイア自体は溶けてなくなっちゃうんでね、木の皮だからいいのパテ取ったらねまたずれちゃいますもんね。そうこれでこういう感じにしといて、後でね、で今度は細かい土、これじゃないんだけどなと思ったけどしょうがない、豆用の土ですね。土もね細かいの売ってないですもんね、このサイズ。自分で振るってください。振るわないと。これでも粉取ってあるから、ちゃんと一応日本線ですよ。そうなんですよ。粉を取ってちゃんとやってありますからね。ほんで中にも入ったから大丈夫。はい。水を入れます。ちょっと手で押さえて。苔張ると見えなくなる。どうかな、ここが前かですね。ですね。あとは例えばこう前にちょっと角めてるような感じがあるんだけれども、ここをこう引っ張るとか枝をなんとかするとかはもうちょっと成長して葉っぱが出てきていろんな枝ができてから多少ね針金で補強します。じゃあ比較としてもう一本。はい、これはもう豆用に育てたものなので、最初から小さいんですよね。だけどこれだっていらない枝はありますから、ちょって切って、結構細かい芽がいっぱい出てるので、この V の字はあんまり気にしないで楽しんでいこうかなと思います。どっちか取っちゃうとすごい寂しくなっちゃってね。でも苔乗ってますけど崩します。でも直根切ってあるんで、わかりますか？ここで切ってあるんで骨がいっぱい出てるから、あとはこれが長すぎるから切って、この辺まで出した方がいいかな。これはスタンダードな、もうまっすぐな木ですね。まあ文人風にっていう風に考えればいいのかな。葉っぱ出てこないと雰囲気つかめないもんですよね。まあそうですね。何の木だかもわかんないですね。ね、こういう風に粘りがこうまだない、直根切ってここに入って1年生、この根っこが引っかかんないんですよ、針金で、その場合どうするかっていうのやりましょう。と鉢はこれでいいかと。なんか色合いもいいし、サイズもぴったりだし、これ以上大きいのに入れちゃうと今度大きくなりますから、これもひたすら小さくするように考えてこのサイズで、さっきまっすぐでしたけど植える時はちょっと斜め、かすかに斜めに植えます。胴巻きっていう方法でやらないと固定できないんですよ。まずこっちから先に出してこうやってここに巻くの。上の方巻いちゃうとなるんですよ、隠れてるところにね、根っこを避けながら、根っこがあんまりない木はこうやってでね、ここでギュギュって縛っちゃダメです。根っこが膨らんできたら太りますから、膨らんできたら自然とこの輪っかが緩むようにここでこういうふうにねじっちゃダメ、ねじっちゃうと食い込んじゃいますからね。軽く巻いておくだけです。固定できればいいんです。引っ掛けるだけって感じ。そうそんな感じで下から引っ張ると持ち上がりますから、このくらいちゃんとしとかないと風で倒れて抜けたりしますと、もう根がね傷みますから、このくらいにはしときます。さあちょっとね、このつっつく時にね、この木が動かないように少し押さえてやってください。でこれを入れて、これは飾り綱みたいなもんだから、確かに横にはしましたけど、あんまり傾けちゃうとかえっておかしいから。こんな感じ。はい、こんな感じ。これで育てていけば太りはします。少しずつですけどね、伸びたの切ってこれから考えるのはね、これね、ここがまっすぐなんですよね、これ。だからこれをどうするかゆっくりじっくり考えて
まあでも目があるからね、建て替えれそうですよね。そうこれ取っちゃっても平気なんだけどね、こっちへ流してやれば、ここいっぱいあるんでね、でこっちに枝ありますからね。で苔あります。はい、苔ね薄く切ってね、まず前からギュッ。苔を張っちゃうと乾いてるかどうかわからないという人もいらっしゃるので、ただ水をね慣れてない人はね土飛ばしちゃうんだよね。だから多少張っといた方が保護にもなるからね、なるほど、いいんだけどね。まあ植え替え後はね乾きやすいから多少はね蒸散防げそうですね。そうなんですけどね、いろいろですからね。張らないって人もいるし、土がこぼれないように水苔をこう、撒いてる人もいるでしょう。はいはい。で豆サイズならねつけれますからね。そうつけて水やればね水入ってない心配ないですからね。そう今ご家庭でベランダでやってるぐらいだったら問題はないかな。なんか豆サイズだと自動換水器も作りやすいですね。そうですね。豆盆栽やってる人はみんな自動換水器持ってます。じゃないとちょっとやってらんない。どこも行かれないですから真夏。確かに結構今いろんなの売ってますから、ホームセンターでねバラバラで買ってきてそれでやんのなんか塩ビパイプみたいなのとかでね、そう自分のお庭に合う大きさでやるの。そこのところがまたね工夫することがねやりがいがある逆にね。工作好きな人多いですね、豆やってる人はね。そうそうそう何でも自分で作っちゃうんですね。食も自分でね作るしね。これから豆をやる人になんかありますか？注意することと。注意するのがね、やっぱ水だよね。水ですね。あとね、日に当てない人がいるのね。小さいから乾くからって。それはやっぱり日にはちゃんと当てて、それで乾いたらあげる。だからやっぱ自動換水器みたいなものは必要かな。あるとね。思いますけどね。ベランダで簡易で作れるやつが誰か教えてほしいですね。視聴者さんで多分やってる人いると思うから。いっぱいいるよ。写真送ってください、僕のとこに。そうだね。すごいんですよ、皆さん工夫してて。でね、タイマーをねつけるんだけどね、そのタイマーがね停電しちゃってタイマーが作動しなくて最悪だ。それで電気でやった人がね、それで枯れちゃった人がいるの、真夏に。だからもうそこら辺からもう電池式のタイマー。電池式にしてる。そうで電池買い忘れちゃってとかありそうです。だからその辺は時々カレンダーに丸しといて1ヶ月に1回とか、そういう感じかな。はい。はい、できました。しかしあれだな、これ聞きたくなってきたね。ダメだね。じゃあということで、はい、今回は豆盆栽の始め方っていうんですかね。なんていうんですかね、難しいですけどね。まあ初歩かな、難しいな。これは初歩と言えるんでしょうか。まあこれから豆盆栽始めたい人が見てほしいという感じになったのかなと。そうですね。どこで切るかみたいな。一個思ったのが、豆盆栽って素材がほぼね安いものが多いじゃないですか。だから結構簡単っていうか、コスト的には安く始められるのかな。そうだってね、一つこのくらいのポットで一つ買うでしょ、そうすると挿し木が効く種類を選ぶとすると、下の方のこの曲がいいなって買った場合、上切って挿しちゃうんですよね。そうですね。で下から吹くの待って、それからこう小さい鉢に入れる。でなければ上の方だけ取り消して下は下で作っていくみたいな感じで、そうね、1000円あれば3倍楽しめるから。そうですね。確かに。そうなんで結構コストはいいけど、たまにほらちっちゃくても高いやつあるじゃないですか。あれって8台が結構あるのかな。8台もありますよ。半分は8台だと思った方がいいですよ。そうですね。なんでかっていうと、その木に合わせた鉢っていうのはめったにないわけだから。なるほど。作家物以外ではありえないので、作家物にしたらねやっぱ上がっちゃうしね。であとはそこまで小さいまんま何年生きてるかっていうのが値段です。なるほど。だいたい高いやつは10年20年軽くいってますよ、このサイズでもね。ちっちゃくても古いやつはちょっと値段がいく、そうだから形云々よりは古さだと思う。
豆の場合そのサイズで生きていたっていう奇跡を値段にしてる。まあそんな感じで何かありますか、最後に。これからね乾く時期になってくるんですけど、皆さんめげないで頑張りましょう。頑張りましょう。目出しも紅葉もお花もちゃんと見て楽しみましょう。はい、そんなところですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。